私たちが使っているイラストレーターに新機能生成拡張を含む今知っておきたいアップデートが来ています。こんにちは、専門学校講師のいられさんです。今回はイラストレーターのアップデートについて紹介していきます。このアップデートは日本では2025年8月上旬から配信が始まりました。新機能がどっさりと追加されるようないわゆるメジャーアップデートではないんですが、2つ知っておきたい目玉の機能が存在します。1つは私たちがずーっと面倒だなーって我慢してきた色回りのイライラが解消されたんです。例えば使っていたオブジェクトの色をスポイトで拾い直すとか、色を毎回スウォッチに登録するとか、私あの作業が本当に嫌いでめんどくさーって思ってたんですけど、それ今回で解消されました。そしてもう一つの目玉がついにイラストレーターにもやってきた生成拡張です。以上の内容でこのアップデートを解説していきます。作業効率を上げるポイントをさっくりと、そしてしっかりと解説していきますんで、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは楽しく分かりやすくをモットーにデザイナー、クリエイター、センスを磨きたい人のために情報を発信しています。続けて見ているうちにスキルアップするはずです。役に立つ情報だなと思ったら友達や SNS などに拡散をお願いいたします。高評価とともにぜひポチッとお願いします。最近使用したカラーという新しい機能が登場しました。それがウィンドウのスウォッチ、こちらに表示されるんですけれども、ここのことですね。これが新しく登場しました。最近使った色がここにどんどん溜まっていくっていうものなんですね。じゃあ実際にやってみたいと思うんですが、これポチッとやるだけでこんな風に色がどんどん決まっていくんですね。簡単ですよね。これ便利ですね。いいですねこれ。だからイラストレーターで色を使い回すときに、ここの色スポイトで抜き取ってとか、スウォッチにいちいちこう登録していくみたいな、そういったのもかなり軽減されるはずです。私なんかはこの使う色がガチガチに決まっているので、こういった時に使いやすくて便利ですよね。ただしこの最近使用したカラーに登録されるのには条件があるようで、自分で新たに色を作成した時とかですね、そういう時は登録されるようです。あとはスポイトで抜き取った時、これも登録されるようです。スウォッチの色をそのまま使っても登録されるようです。こんな感じでですね、スウォッチの色は一発で登録されるようです。逆に登録されないのは、クリックしてただこう使っただけ、この状態では登録されないようです。自分で色を作ったりスポイトを使ったりすると登録されるというようですね。でここからがさらにポイントなんですけれども、この機能がですね、いられを閉じてもちゃんと覚えててくれるっていうことなんですよね。ちょっと閉じてみますけれど、でいられ立ち上げますと、でとりあえずじゃあ新規ファイルで行ってみたいと思いますけれど、全然関係ないファイルですよね。新規ファイルで行ってみたいと思いますけれども、そうするとちゃんと残ってるんですね。これ分かってもらえるかな、この簡単さ。私みたいにブランドカラーが決まってる時やシリーズもののデザインで色味を統一したい時とかに絶大な効果を発揮するはずです。これめちゃくちゃ助かる改善ですね。ぜひこれプレミアプロにもください。続いて2つ目、白黒グラデーションの終わり。色選びが快適になったところで、次はグラデーションの機能にも改善がありました。グラデーションって出てくると必ず白黒になったりするんですよね。毎度初期設定していくみたいな、あれ嫌いだったんですよね。でそれがなんと今回アップデートで改善されたんです。どのように改善されたかというと、
使っていた色がそのままグラデーションに反映されるようになったんです。一回やってみますけれど、ウィンドウのグラデーションで呼び出すと、グラデーション、こんな感じで白黒のグラデーションからスタートするのが基本だったんですけれども、ところがですね、この色を変更しておくと使っていた色が勝手に入るようになってるんですよね。これめっちゃ便利だと思うんですけど、分かってもらえるかなこれ。ちょっと待ってください。これ複合パスにしますけれども、であとはここにさっき使用していたカラーがここに表示されるので、ドラッグ&ドロップするとそこの色が出来上がって、こんな感じでですね、サクッとグラデーションが出来上がっちゃう。すっごい簡単になってます。ありがとうございます。これいい感じです。もうね、私これずーっと待ってました。グラデーション本当に楽になったんで、これだけはね、もうぜひ試してみてください。3つ目、アートボードに新機能。続いてアートボードの新機能が登場しました。こちらのアートボードツールクリックすると、アートボードのこちらにですね、こんな感じでプラスのマークがつくようになりました。でプラスをクリックすると、そっちの方向にアートボードが1つ作成されるっていう機能ですね。Photoshop のアートボードと同じ挙動でしょうかね。でこのプラスのボタンのところをオルトまたはオプションキーを押しながらクリックすると、アートボードの中身も一緒にコピーすることができるっていうようです。私は正直これ個人的には使うかなどうかなっていうところでしょうかね。そもそもアートボードツールでオルトまたはオプションキーを押しながら移動すると同じことができて、こっちは予備とサブで保管するエリアとか、こっちは本命でとか、そういった位置でちょっと整理してたんで、ちょっと使うかどうかなっていうところではあるんですが、こんな感じの新機能が登場しています。あとアートボードのところで補足です。選択中のアートボードってあったのご存知でしょうかね。アートボードが複数あるとき、黒い枠がついているものがあって、それが選択中のアートボードっていうものだったんですけれども、その線が目立つようになりました。これは見やすくていいですよね。設定を検索できるようになった。あの設定ってどこにあるんだっけっていうのが一瞬で解決できるようになりました。編集の環境設定、一般開いてみると、環境設定を検索っていう検索窓ができました。例えば UI とか、そうするとユーザーインターフェースということで、見た目の変更などがここら辺でできるようになる。正直今までなんでなかったのかなっていうぐらいのものですよね。メニューをいちいち覚えておかなくてもたどり着けるようになるんで、このメニューの中にあるキーワードさえ覚えておけば使いやすくなるような機能かなというふうに思います。タブでサクサク移動できるようになりました。例えば座標の入力だったり、幅や高さの入力なんかがタブを押すたびにしっかり移動するようになりましたっていうことですね。キーボード派の人には便利な機能かもしれませんが、個人的には間違えてタブを押すとこんな感じでメニューが全部消えて混乱する元になるんじゃないかなと個人的にそう思ってるので、あんまり積極的に教えたくないなっていう気はしているんですが、キーボード派の人にはですね、便利な機能になったんじゃないかなというふうに思います。そして最後にベクター生成拡張が登場しています。最後に生成拡張を紹介いたします。その前に一つお知らせです。イラストレーターの操作に慣れてきたけどなんだか仕上がりが素人っぽい、そんな悩みを解決する即戦力レベルアップ講座が新しく登場しました。プロの表現が手に入るブラシと作業を爆速化するスクリプトであなたのデザインが変わります。詳しくは概要欄をチェックしてみてください。ではイラストレーターに新しく登場した生成拡張やってみたいと思います。生成拡張は Photoshop ではすでにあったんですけれども、足りない部分を AI で補ってくれるっていうものなんですね。
イラストレーターであればどういったことができるかって言ったら、こういった立ち落としですね。印刷する時のデータで本当はこの赤い線まで来ないといけないんですけれども、この黒い線までで終わってしまっているっていう状態やっちゃってますね。これこのちょっと延長させるっていう作業の時にこの生成拡張が便利かと思います。早速やってみたいと思うんですが、こちらですね、立ち落としを印刷は生成 AI を使用してグラフィックを立ち落としまで拡張しますということで、1クレジット消費するようなんですが、やってみたいと思います。ここをクリックして立ち落としを印刷、今すぐ試すで生成が始まりました。Photoshop だったら延長させるみたいな動作があったんですけれども、ワンクリックで延長させることができるようです。でその結果どうなるかと言ったら、いい感じですね。割といい感じ。ここなんかちょっとちゃうかな。プロパティにバリエーションが出てて、どれもなんかちょっとここの部分に関してはなんかちょっと微妙いところもありますけどね。こんな感じでですね、簡単に延長することができるということで、意外と便利かなというふうに感じました。今ここの機能を使いましたけれども、普通に生成拡張する場合は対象を選んでですね、コンテキストタスクバー、こちらで生成拡張表示されます。生成拡張をクリックして伸ばしたい方向に伸ばしますと。でプロンプト入力って書いてありますが、自然に延長とか普通に足りない部分を作りたい場合は特に何も入力しなくて大丈夫です。で生成をクリックすると生成中ということで、いい感じですね。なかなか使えそうじゃないですか。これいい感じに伸ばしてくれますよね。素晴らしいです。もうちょっと実験してみてもいいでしょうかね。こちら以前 MDN さんで記事を書いた時にですね、反転の機能を紹介する時に作成したものなんですけれど、ここはいいとして猫が半分にぶった切られてしまっているっていう状態なんですが、これ生成拡張してみたらどうでしょうかね。生成拡張でちょっともうなんかこんなんにしてみます。で生成するとどうなるでしょう。すごい。でもすごくないですか。いいですね。きっちり反転してくれましたね。そしてこれ面白いですね。ということでまとめです。はい、ということで今回はイラストレーターの最新アップデートの中から6つ機能を紹介いたしました。まとめると、面倒な色管理から解放される最近使用したカラー、白黒から始まらない賢いグラデーション機能、アートボードの複製、環境設定の検索バー、パネル操作の快適化、立ち落としにも使えそうな生成拡張。皆さんこちらの機能いかがでしたでしょうか。私はグラデーションと最近使用したカラーが一番いいかなっていうふうに思いました。皆さんが気に入った機能ありましたでしょうか。もしあったらコメント欄で教えてください。さて今回のイラストレーターのアップデートをできる限り分かりやすく紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。最近はありがたいことにいられさんの講座が一番分かりやすくてすんなり頭に入ってきますなんていうコメントをいただいたりして本当に嬉しく思ってます。今回の最新機能の紹介のようにイラストレーターの基本からデザインの根本的な考え方まで私の有料講座ではすんなり理解できるように丁寧に解説しています。初心者の方が中級者を目指すために必要なことをまとめてありますので、気になる方は概要欄のリンクからチェックしてみてください。ということで今回の動画は以上となります。今回の動画が役に立った、参考になったと思う方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。私は YouTube の他に X、ブログ、TikTok もやっています。ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。関連動画や次の動画でお会いいたしましょう。ではまた。